NSR250R の倒立フォーク化について紹介するよ。パート1で基本的な注意事項を説明してるからそちらも見てね。今回は NSR250R 統一フォーク化動画のパート2回顧編として主なりの理想で作ったステムとトップブリッジの制作過程を紹介するよ。もともとウプ主はサーキット走行用に ZX10R に乗ってた。スペアパーツとして傷物のフロントフォークを持ってたんだ。スペアで持ってるだけじゃもったいないんで、それを NSR に流用しようと考えたよ。そこでネットで情報を集めたけど、最適な流用情報にはたどり着けなかった。仕方ないんで、勉強がてらヤフオクで安いステムセットを買ったんだ。それが ZX9R の純正ステムとトップブリッジで送料込みで3000円くらいかな。それを NSR に合わせてみると、シャフトはちょい加工すれば使えそうだったんだ。これは上側ステムベアリングとロックナットが NSR に流用できて、それにシャフト全長も NSR と同じくらいだったんだ。ただ下側ステムベアリングは1サイズ太くて加工が必要だったね。なんとかなりそうなんでトップブリッジとボトムプレートを試作してみることでした。この写真はボトムプレートをのこばんで切り出してるところだね。トップブリッジはアルミの 505 に板厚み 20mm で、ボトムプレートはアルミの 2017 板厚み 15mm で制作したよ。これはコンターマシンでおよその外形まで切り出した写真だね。DIY レベルの電動工具でこの作業は思った以上に大変だったよ。フライス板でボーリング加工を済ませて外形を整えた状態よね。華奢なフライス板だからボーリング加工にはすごく時間がかかった。この段階でフレームへのフィッティングを確認したよ。一応計算通りって感じだけど予想以上の出来栄えだったね。フレームとのフィッティングが確認できたので肉抜きなんかの仕上げに入るよ。およそフライス板での加工が完了した状態だね。青い樹脂部品は穴の位置合わせのためのジグで、これがすごく大切なんだ。シャフトも含めて一通りの加工が済んだ状態だね。シャフトは下側ベアリングレースが入るよう旋盤で35から 30mm に加工してるよ。それじゃどんな寸法で作ったか説明するね。まず上下フォーク系とフォークスパン、これは ZX10R に合わせたよ。10R のフォーク周り部品を流用する前提だからね。次にオフセット、これは無難に NSR に合わせた。シャフト付き出し量も NSR に近い寸法にした。でもこれはトップブリッジやボトムプレートの厚みの違いにシャフト長さの違いもあっておよその狙いできっちりした計算結果じゃないんだ。シャフトの穴系はフロントスタンドフックをかける穴のサイズだよ。ここはメンテナンス性を考慮して ZX10R と共通にした。ステムとシャフトの環合計は 9R のステムの寸法をコピーするため 9R に合わせた。プレス圧入のための交差が大事なんだ。上下ベアリングレースの内径、上側は
元の 9R の内径そのままで、下側は NSR に合わせた。上側はベアリングレースの内径が違うけど、ベアリング自体は同じなんだ。トップナットとロックナットのネジは 9R のものそのままにしたよ。クランプボルトの位置は右側基準、時計の針で11時の位置にした。ハンドル切れ角を確保するためには重要なポイントだよ。そういった具合に色々と寸法をこだわって製作したステムだね。こだわって作っただけに自社でのフィッティングもルックスも上々だったよ。フォーク周り部品、ホイールやフェンダー、アクスルシャフト、ブレーキキャリパー、一通り ZX10R の部品でセットしたから、ここでのトラブルはなかったね。ギリギリラジエーターキャップ付近のクリアランスを確保してるよ。これがハンドル切れ角確保のポイントだね。一つ、フィッティングで注意したいところは、アクセルワイヤーかな。ハンドル幅が広がった分、キャブまでの距離が遠くなってるんだ。純正のアクセルワイヤーだと、少し突っ張り気味になるね。ハンドルの切れ角が小さくなってるから、その分である程度相殺されるけどね。それ以外にも、細かな調整や修正はいろいろあるね。結構な手間と時間をかけて作った部品なだけに、服主の満足感は高かったみたいだよ。ちなみにこれが現在の状態だね。ボトムプレートのフォーク穴のアルミは内径調整用シムなんだ。 0.5mm のアルミ板で 55mm 径をオーリンズ用に 54mm 径に合わせてる。これがなんとなく気に食わなくて 54mm 径のステムを作りたくなったんだ。 54mm 径のステム製作については別の動画で紹介するね。それ以外にも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。